ありがとうございました。カメラが回ってました。皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今日はこちらのコニトの生地を使って巾着ポーチを作ります。こちらの生地は4月のホビーショーでキット作りをした際の余りの端切れを使用しています。で今回はですね、こんな感じの布耳も使っていきます。で返し口を作らないで比較的簡単に作りやすい方法を紹介していますので、初心者様でも楽しんでいただけるかなと思います。よかったら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらは内布になります。内布は縦の長さが36センチ、幅が19センチ。こちらは外布のパーツになります。幅は13センチ、縦の長さは30センチ。こちらは 7.5 センチ、縦の長さは同じ30センチになります。でこちら布耳も使用します。布耳は幅2センチのもの、縦の長さは30センチになります。紐は45センチを2本使用します。お好みでタブの方をご用意ください。そうしたらこちらの布耳のこの端のところを布端に合わせていきます。まず布耳をこの端に裏にして重ねます。そうしたらもう1枚この細長い生地をこちらと中表にして重ねていきます。そしたら両端から待ち針で留めていきます。こちらの3枚がずれないようにして留めます。そしたら端から 7mm を縫います。そしたら縫い代を倒していきます。今度はこの耳がこの水玉の方に倒れるようにしてコロコロオープナーで倒していきます。そしたらここの際を縫います。こちらの立ち目かがり押さえがある場合はこちらの方を使用してみてください。そしたらこちらひらひら残っている部分ですね。こちらを揺らぎステッチで縫い留めていきます。揺らぎステッチの方はこちらそのまま模様のように生かしていきますので、濃いめのブラウンの糸を使用していきます。でだいたい縫い始めのところは際から 2mm ぐらいのところから縫い始めて3本をこうちょっと揺らいだ感じで縫っていきます。今回は上糸をブラウンにして下糸を白糸にしてますので、下糸の白が出てこないように上糸を少し調整していきます。下糸が強くなるように上糸は弱くしていきます。なので一番弱い状態にします。ここからステッチを入れていきます。このやり方は下糸がちょっと薄くて見えやすい時に使う方法になります。あえて下糸を強くして調整しています。中表に重ねて両端を1センチで縫います。こんな感じでたわんでます。ミシンの糸調子は戻しておきます。そしたらマスキングテープを1センチのところに貼っておきます。では縫い終えたところで一度表にします。表にしたらこの縫い代をこの外布側に肩倒しにします。この縫い代が終わるところに分けタブを仮留めします。
もう一度裏にします。この脇がずれないように待ち針でしっかり留めます。反対側も同じようにします。両側を留めていきます。そしたら合い印を入れていきます。まずこちらの部分ですね、紐通しの部分の合い印をつけていきます。紐通しの部分は端から4センチのところに印をつけましょう。この縫い目から4センチのところに印をつけます。印をつけたらそこに待ち針を留めておきます。反対側も同じようにして4センチのところに待ち針を留めています。今度は両側4箇所ですね、同じサイズで印をつけます。すべての底2センチのところに印をつけましょう。この4箇所に2センチの印をつけます。この部分をハサミでカットします。5ミリほどの深さでカットしてください。同じようにしてすべて切ります。この底の部分を蛇腹に折ります。この今切ったところを手でつまんで、つまんだ部分を底にします。で、待ち針で留めます。この合い印で2つ折りにしてください。表側の底の部分はこんな感じになってます。内布の底は畳んでいます。両脇を縫っていきます。まずこの部分は紐通し口なので、間違えて縫わないようにバッテンを描いておきます。この部分が返し口になります。そしたらまず最初にこの開き口から下に向かって縫います。こちらも同じようにして縫います。で、今度はこの縫い目のところから返し縫いをして下まで縫います。この重なり部分は返し縫いをします。同じようにして反対も縫います。で、反対側を縫うときは面を変えて同じ方向から縫えるようにしてください。まず最初にここの縫い目の際のところに針を刺しています。最初の針を刺したら待ち針を抜きます。で、押さえを下げます。そしたらまず前にこの縫い代の終わるところまで1センチで縫っていきます。そしたら同じぐらい戻ります。そしたら同じようにして内布も合い印に針を下ろしたら待ち針を抜きます。押さえを下げます。で、前に1センチほど進みます。そしたら進んだ分戻ります。はい、縫い終えたところになります。そしたらこの部分が返し口になりますが、まず縫い代をしっかりと倒しておきましょう。両側に倒して開いておきます。これをやっておくと表にした時綺麗になります。返し口非常に小さいんですけれども、ここから表にしていきます。で、表にすると三角のマチが出てきます。内側もしっかりマチを出しておきます。内布はこんな感じで畳マチができてきます。そしたらこの紐通し口のところをこんな感じでつまんで内側に入れていきます。で、ここの縫い代開いてあるんですけれども、ここの部分ですね、しっかりと平らになるようにします。この部分でぴったり合わせたら待ち針で留めます。反対側も同じようにします。紐通し部分は2センチになります。はい、そしたら周囲をぐるっと縫います。縫い始めはこの際から縫っていきます。際を縫うのが苦手な方はこのような立ち目かがり押さえを使うといいですよ。こんな感じで合わせていきます。5センチほど手前に来たら最初の糸を切ります。
根元からしっかり切りましょう。そしたら縫い目を重ねてだいたいこの辺りまで縫っていきます。そしたら針を一番右側にして端から 5mm を縫います。そしたら仕上げに紐を通します。はい、これで完成になります。いかがだったでしょうか。小さいね、巾着ポーチになりました。こういう普段使う小物など、あと化粧品とかね、入れて持ち歩くのにもちょうどいいサイズ感になっています。よかったら作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら高評価、そしてコメントの方もお待ちしています。で今回はまちのサイズを4センチにしてみました。例えば1センチ増やして5センチにするとちょっとぷっくりとした形になってきますので、お好みで変えて楽しんでみてください。